それではこちら1番のカードをお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはお相手からのメッセージ、今あなた様に伝えたいことをテーマに見ていきます。今回は見ていくというよりお相手からのメッセージをお伝えするという形でやっていきますので、カードをあらかじめたくさん出して最後にメッセージとしてお届けしていこうと思います。まずお相手からのメッセージを見ていく前にあなた様の現状を見ていきます。今回はタロットカードすべて正逆採用で見ていきます。今あなた様のお相手に対するお気持ちだったりとか現状とか周りの環境、そのようなものを見ていきます。はい、ワンドのクイーンと、そして太陽の逆出ていますね。あとはカップのキング出ています。今あなた様の現状を見ているので、お相手に対してすごく熱意を持って好意を持ってすごく好きっていう風に思っているし、もっとずっと一緒にいたいなとか、自分の気持ちを届けていきたいとか、受け止めてほしいとか、そういうのすごく思ってるんですね。お相手を頼りにしたい、仲良くなりたいとか、もっともっとね一緒にいたいとか、すごく満ち溢れています。もう愛情とか思いやりとか、そのようなものもすごくたくさん感じます。ただあなた様が感じてるけど、でも現状はとか周りの環境はあまりあなた様の気持ちに寄り添ってくれていないのかなっていう感じがするんです。周りの環境、お仕事がうまくいってないとか、忙しいからなかなかお相手と遊べないとか、連絡が取れない、思いとは裏腹に環境とか仕事とかいろんなことが重なってこの愛情が続いていかないとか、片思いのまま進んでいかない、もどかしさを感じているんですね。でもすごく気持ちは溢れてるんです。お相手に対する愛がすごく溢れている。現状が自分の気持ちと合っていないんじゃないかなっていうのがね、もどかしさっていうのをすごい感じますね。それはすごくあります。ただね、すごくね、もったいないなっていう感じがすごくありますね。周りの環境がどうにかなれば、もうこの気持ちのままにお相手のところに向かっていきたいっていうのをすごく感じてるのかなって思いますね。めちゃくちゃ好きなんだけど届かない、なんでだろう、難しいっていうのをすごい感じます。で、今このあなた様の現状を見ていったんですが、ここは一回ちょっとね寄せさせていただいて、でお相手からのメッセージをもらっていきましょう。あなた様のとてもね素敵な熱意とか情熱、愛情っていうのをすごい感じます。はい、ここをちょっと一度寄せさせていただいて、ではここからお相手があなた様に今伝えたいことっていうのを見ていきますので、そうですね、まず過去と今の思い、そして未来の思いを出していきます。それもこちらのカードからもらっていきます。ちょっと横向きで出てきてしまってちょっとわからないんですが、これをまず2枚ね、ワンドの3、そしてハーミットをもらっていきます。では、お相手の過去、今、未来と出していきました。ちょっと過去のところが2枚同時に出てきて横になってしまってはいるんですが、このまま見ていきます。そして今ここをお話しする前に、お相手からのメッセージとか、お相手の状況、周りの環境だったりとか、気にしていることとかっていうのもまとめて出していきます。
ね、こうね、カードを切ってる間っていうのは少しなんかまどろっこしいなっていう感じに思ってしまうかもしれませんが、カードの音を聞きながらゆっくりと今のうちに温かい飲み物を飲んでお待ちください。みんなこうじーっと見ながら少しね、ゆっくりされていただけたらなと思います。ね、このままね、カードを出しながら見ていきましょう。これとね、今のあなた様の現状、お相手と例えばお付き合いをされている方とか片思いの方とかいらっしゃると思います。いろんな状況で見られている方がいらっしゃると思いますが、どんな立場のどんな関係の方でもご覧いただけるようにそれぞれお受け取りいただけたらなと思います。でここまで今カードを出していって、もし深掘りさらにするところがあればその時にカードを出しながらやっていこうと思います。このオラクルカードは正位置で見ていくものです。そしてこれもめくり忘れた。はい。なんかお相手はやっぱりこう今の環境がお相手もねあまりね良くないってことを言ってるんですよね。そしてその環境をどうにかしたいとか、例えばお仕事が忙しいとか、今仕事とか環境のところで出したカードがあるんですけど、やっぱり忙しいとかうまくいってないとか、そういうのが出てくるんですね。あまり仕事に対して自分のね情熱が今ないような状態でもある。それをなんとか変えなきゃとか、周りの環境を変えなきゃっていうあなた様と同じようなことを考えているっていうのはすごく出ていますね。でそれは後でねお相手からのメッセージとしてはお話ししていきます。ただ気にしていることっていうのもやっぱり仕事とあなたとのお付き合いの仕方だったりとか、私生活と、プライベートとお仕事のバランスとか、例えば収入と支出のバランスだったりとか、そういうのもすごく言ってるんですよね。なんかねこう多分収入のことだったり、お仕事のことっていうのを言ってると思うんですね。でそれをうまく成功させるためにはどうしたらいいんだろうっていうのをすごく考えているし、悩んでいるお相手でもすごくでもね、なんとかしてやろうっていう情熱が湧き上がっている状態でもあるので、今うまくいってない環境に対して気持ちすごく頑張ろう、なんとかしよう、立ち上がろうとか、やり返してやろうとかね、今に見てろよっていう感じでやってはいるんですね。でそういう気持ちがありながらもバランスとってやっていかなきゃなとか、もっと自分のね心の火を燃やしていかなきゃなっていうのをすごく気にかけていますね。あなたのことも考えていると思います。あなたは多分ね待たせているっていうところがあるんじゃないかなっていうのを感じていますね。待っててくれるかなって、今こっちの方に、手をねかけているけど、あなたのことを少し距離があったとしてもあまり構ってあげられないけど、あなたは待っててくれるかなっていうのをちらっと、気にしてはいますね。うまくバランスとってやっていかなきゃいけないっていうのは言っています。気にしてますね、かなりね。こうね、あとあなたのことだけではなくて、やっぱりこう仕事のことを気にかけてるっていうのがやっぱりあるかなっていうのはあります。それではお相手からのメッセージをお伝えしていきます。まず過去のカード、そしてこちらが現在のカード。これは未来への気持ち、思いですね。これは最後にお伝えしていきます。あとはこちらがお相手の現状とか今気にしていること。その他は全てメッセージとしてお伝えしていきます。過去あなたとお相手は多分すごく結びつきが強かった、もうすでに結ばれていたという方が多かったのかなというふうに感じました。このリーディングを見ていて、お相手とあなた様の2人の情熱が共にあるっていう状態だったので、ちょっと前過去のことに対しては2人はとても燃え上がっていた。そしてお相手の窮地を救ってくれたのがあなただったんだっていうのをお相手が言っています。お相手口調でここからお話ししていきます。
少し前に悩んでいたこととか、自分の中で考えていたこと、そういう自分だけの世界に閉じこもっていたのを救ってくれた、導いてくれた、明るい世界へ連れて行ってくれたのは君なんだよ。君がいてくれて、そして一緒になったことですごくとても未来が明るくなった。これから先どうやってやっていこうかっていう期待にあふれていたんだ。そして今もそれは変わらず思っているよ。君と一つになったこと、君から愛されているこの愛情がとても強く感じているんだよってことをとても言いたい。君からのすごく情熱的な愛情、そして優しさ、とても広い心で私のことを守ってくれる、見守ってくれる、接してくれている、愛が変わらずあるっていうのを今でも感じているよ。だけど2人の間に障害になってるものすごくあるっていうのを知ってる。お互いそうだよね。お互いに対してお互いにとって今必要じゃないものだったりとか障害になっているものってあるんだよな。私にとって例えば仕事とか今の環境っていうのはあまり好ましくない。自分だけ仲間外れにされているように仕事では感じるし、仕事もみんなとうまくコミュニケーションをとってやっていけないっていう状況でもある。だから今仕事の方にどっちかっていうと気持ちがいってしまっていて、恋愛のことに対しては少しおろそかになってしまっている。仕事でコミュニケーションをたくさんとっていかなきゃいけないし、人間関係でとっても頭を使いながら気を使いながらやっていかなきゃいけなくて、精神的にも参っている状態なの。でも君のことをすごく気にしている。一生懸命仕事、そして周りの環境のことを何とかしようと思って手を尽くしてはきているんだけど、君と会えない時間がどんどん増えていって、君が私への愛情がなくなっていってしまうんじゃないかなって、今は感じているけど、この先なくなっていってしまうんじゃないかなっていうふうに考えるだけでもとっても不安になっていくんだ。今この環境が落ち着いていくから、自分の力で何とかしていくから、だから支えていてほしい。たとえ遊ぶ時間が少なくなったりとか会う時間が少なくなったりしても応援していてほしい。なんとかバランスを取りながら一緒にやっていきたいと思っている。そのための環境づくり、そして仕事の面で自分が成果を残していくから。結果を残した後は必ず君のことを迎えに行くから、それまで少しだけ時間が欲しいんだ。本当は君と一緒にもっと会いたい、デートしたい、ご飯が食べたい。君の作るご飯が食べたい。私の作るご飯を食べてほしい。そういうふうに思っているし、遊びにも行きたい。外に遊びに出たい。もっと自由に2人でいろんなところへ遊びに行きたいってすごく思ってるんだよ。君とのこの先の未来のことまですごく考えているから。本当はずっと一緒にいたいし、遊びたいし、抱き合いたいし、喜んで楽しく過ごしていきたい。だけどそんな風に思っているのに、この叶わないこの現状に少し苛立っているんだよ。苛立ってて、だから何とかしようって思ってるし、何とかするっていう決意がちゃんとある。君とこれから先は何でもやっていきそうって思っているし、今まで仕事ばっかりでもう仕事に集中した仕事人間で本当にごめん。片付いたからね、ようやく片付いていくから。だから嫌いになっていかないで、今まで通りずっと接していてほしい。安心させてほしい。君からの愛情が感じられていればその分頑張れるし、不安にならなくて済むから。だからそのまま冷めないでいてね。その気持ちずっと持っていて。本当に君が去っていくのが怖いっていうのが本音としてあるんだけど、でもね、これはね、言えないんだよね。言わない。本音として隠し持っているところだから、こういう弱いところを見せちゃいけないって思ってるから言えない。だからもしかしたら連絡最近取れないなとか、うまくね、周りが環境のせいで遊べないなとか、お互いにとって障害があるって感じていて、なかなかデートできないっていう風に寂しい思いをさせていたらごめん。だけど君だったら分かってくれるって信じてるし、君はもうそれを理解した上で思ってくれているって、伝わってるよ、ちゃんと。バランスが取れていって、これから君との人生が繁栄していく。もうこれは約束されているものだから安心して待っていて。迎えに行く、抱き寄せていくから。
もうすでに僕、私と君の気持ち、2人の気持ちって結ばれているよね。これ確信してるよね。それはそのままの気持ちでいて。すべて自分が全部の環境だったりとか自分自身の問題をクリアした後に君のことを守っていくよ。明るい世界へ駆け出していくし、君を背中に乗せて走っていくパワーもみなぎっていくし、飛び立つ翼も持っているし、速く走れるような足も持てるし、空高く舞い上がって先へ飛んでいける、とってもたくましい姿になって君を乗せてやっていくんだ。これから先、君との未来へ向かって、明るい未来へ向かって進んでいくっていうすごい強い思いを持っているからね。君が僕、私の背中に乗ってくれるなら、ついてきてくれるんだったら何でもできるっていう風に感じてるんだ。これから2人の世界を一緒に作っていくからね。そのために今頑張っている。だから見守っていてね。そしてこの先、今までモヤモヤしていたこと、もやついていたこと、イラついていたこと、周りの環境とか職場のことに対してストレスがあったことってもうね、すっきりとなっていくから、本当にバランスが取れていって、もう何でも自分の自由にやっていけるような気持ちになっている。そんな未来がもう見えているから、この先明るい未来になっていく。自分の気持ちもすっきりするし、君への愛を今度はまっすぐに向けていくことができるから、そうなったらご飯行ったりとかあちこち連れ回すかもしれないけど、その覚悟しておいてね。ただ優しく君のことを守っていきたい、力強く守っていきたいって思っているし、君の魅力なところっていうのは、君が華やかなところ、優しいところ、美しいところ、この3点君には備わっている。そして品がいいんだよね。ご飯食べている時の君の姿を見てるだけでとても癒されるんだ。とってもご飯の食べ方が上手だ、綺麗だっていうふうに思ってるんだよね。飲み方の一つ一つもとても美しいっていう風に思っているよ。そして君はとても面白い。一緒にいて面白いし、独特な発想をしているよね。時々すごく面白いなこの人っていうぐらいに笑っちゃうぐらいにさ、一緒に笑っちゃうぐらいな発言とか君してくれるから、とってもそれが気分転換になっているんだ。だからこのまま2人で情熱を持って一緒にやっていこうね。というお相手のメッセージをお伝えしました。本当は遊びたい、一緒にいたいとか、やっと一つになれたとか、ちょっと前に結びつき2人が統合されていって、お相手の悩みとか一人ぼっちだったお相手の気持ち、心の中、寂しい心の中に火をつけてくれた、明るい火をつけてくれたのはあなた様だった。そしてこれからワクワク、2人の世界どうなっていくんだろうっていうふうに思っていた矢先に、お相手のお仕事、もしくは2人にとっての環境が少しね、バランスが崩れてしまったとか、うまくいかなかったっていうのがあって、それをすごくお相手が今何とかしようと思って頑張っています。そしてあなた様からお相手への気持ち、お互いの気持ちがずっと通じ合っていて、熱く燃えている状態です。なので今お相手からの連絡がないとか、冷たくされてるとか、あまりそういう風に感じていらっしゃらないんじゃないかなっていうのを感じています。あなた様の強い愛情とか優しい思いやりっていうのもお相手にしっかりと届いています。環境を変えていく、もちろんあなた様もやっておくことっていうのがあると思うんですね。それもカード1枚もらっていきましょう。そしたらこちらのカードからあなた様がやっておくこと、お相手が望んでいることっていうのはそのままでいてねっていうことを言ってます。気持ち冷めないでねって、少しね、本音では不安に思ってるんですよ。こうやって力強くね、パワーあふれる姿になっていくからねとか、ライオンみたいにたくましくなって、もう空も飛べるぐらいすごい人になってくるからっていう風に言ってるんですけど、心の中ではちょっと仕事ばっかりとか環境のこと整えようとして頑張りすぎていて、あなたが離れていて飽きられるんじゃないかなって思われるのが少し不安だよってことを言ってます。ただそれは内緒にしといてねっていう風に言われてますね。だからあなたはあなたでやっておくことっていうのがやっぱり出ていますね。
あなたもあなたで今自分の環境があまりね自分的に納得できていないっていうような状況が出てきていますので、その今自分の状況を変えるっていうこともあなたの中で必要になってくると思います。これはお相手とあなた共通してお互いが環境あまり良くないってことを言ってるので、2人に共通する環境のことかもしれないし、お互いそれぞれお仕事がうまくいっていないとか、それぞれのことでね同じような環境で悩んでいるとか、そういう距離があるとかね、そういうことも言ってるかもしれませんね。今もしかしたらあなたにとっては環境を変えるか変えないかとか、今自分の置かれている立場とかをどうしていくかっていうのをすごく考えているのかもしれません。でも勇気を持ってこの扉開いていこう、新しい世界へ行こうっていうふうに言われているので、あなたが今進む時です。もしかしたらあなた自身が進んでいるこの姿をお相手が見て少しね先に行っちゃうんじゃないかなとか、どこか行っちゃうんじゃないかなっていうふうに不安に思ってしまうようなところもあるかもしれません。お相手もすごく一生懸命頑張っています。私も私で一生懸命頑張るから、あなたもあなたで頑張って、この愛は変わらないからねっていう言葉をかけてあげるととても安心すると思います。2人の世界、未来っていうのはとてもすっきり晴れやかなものになっていく。今もねすごくね2人の気持ちは通じ合ってるんですよ。この環境さえなんとかなってしまえばっていうところがあるので、そしてその環境っていうのも全て整っていくので、お相手があちこち連れ回すよっていうことに覚悟してねとか、もしかしたらあなたの知らない世界もお相手がね連れてってくれるのかもしれません。知らない世界へ2人で飛んでいこうっていう風にも言われているので、ここ背中に飛び乗るような勇気だったりとか、覚悟、一部ではね覚悟っていうのもあなた様に求められてくるかもしれません。ただ覚悟って聞くと怖いなっていう風に思うかもしれないんですけど、ここはねお相手の背中に身を委ねるだけでもうワクワクするようなこととか、新しく始めることとか、楽しく遊んでいくことっていう風に捉えていただくといいかなと思います。必ず守るよっていうのを言ってるので、あなたは一人ではありませんし、2人で一緒に明るいところへやっていこうねっていう風に言われました。とてもいい素晴らしい結果だと思います。ぜひこちらをお受け取りください。お相手はねもしかしたらあなたとの未来っていうのをとてもすごくね想像しているところがあるので、もしかしたらこの先のこととか、家族になったりとか、お子さんの誕生を希望されているとか、そういうことも望んでいるかもしれません。そういうところまで考えてこの恋愛をうまくやっていこうとか、環境づくりやっていこうとか、そのために今自分がしっかりと安定した仕事で続けていく、なんか結果を出す、っていうのをすごくね意識されてるみたいなんですよね。なのでそういうところまで考えているよってこともぜひ心に留めておいてください。以上、こちらが1番をお選びいただいた方のリーディングとなります。お相手から今あなたに伝えたいことをテーマに見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それではこちら2番。これはアジサイですね。アジサイをお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはお相手からのメッセージ、今あなた様に伝えたいことをテーマに見ていきます。まずはあなた様の現状を見ていきます。今あなた様がお相手に対してどういうことを思っているのか、あとはお仕事とか人間関係とか周りの環境がどういう環境にあるのかと、あともう一つ、そうですね、お相手から見たあなた様っていうところも見ていこうと思います。今回タロットカードはすべて正逆採用で見ていきます。はい、では見ていきます。まずあなた様の今の状況がラバーズ出ていますね。そして周りの環境とかが、ソードのエース、そしてお相手の、お気持ちなんですがワンドの8の逆位置で入ってきています。
こうやって見ていくと、あなた様はお相手にとてもやっぱり恋しているラバーズなので、ときめきを感じているとか、お相手と一緒にねいる時がすごく楽しい。そして片思いの方だったらね、もう恋人になりたいってそのままの通り思っていますし、お付き合いされてる方であっても2人ともっと仲良くなりたい。あとは少しだけ心配なところがあって、ラバーズのカードはラバーズのカードなので、とてもねときめきがあっていいなとは思うんですが、ちょっとこれ天使さんが何かを伝えようとしているのかなって、なんか2人とも上を向いてなんかあーっていう風な感じの顔をしているので、何があったのかな、何かあったような感じがするので、ちょっとここカード1枚足したいっていうことと、あと今の環境とかあなた様自身のお仕事の流れとかを見ていくと、周りの環境的には全然悪くなくて、あなた様の中で決意したことがあるとか、はっきりとさせたことがあるとかね、自分自身の環境をちゃんと整理できてますとか、別に問題なく順調にやれてるし、悩んだりとかしたことがあったとしても、もうはっきり自分で意思をね伝えて表現してっていうのができていますっていうようなカードちゃんと出ているので、環境的にはもう私は環境に流されませんっていうのがあるんですよね。なのでここで出てくるラバーズの迷いとかね、そういうものは見られないかなっていうのはありますね。周りの環境に流されることなくっていうのがあります。で、お相手からあなたへの印象とか、お相手の気持ちを見ていくと、なかなかあなたとの恋路がうまく進まないなとか、今までいっぱい一緒に遊んできたのであれば回数が少し減ったとかね、会う回数が減った、連絡頻度が減ったとか、別にそこに不安に思ってることとか心配なこととかはあまり感じられはしないんですけど、ここはね後でねメッセージから深く読み解いていこうかなと思います。何かがあったっていう感じはでもあるんですよね、ここね。でもあなた様のちょっとこのラバーズ、周りの環境でないとするなら何があるのかなっていうのを少しだけカードを足していこうかなと思います。ではこちらのカードから見ていきましょう。あなた様の、まず現状で少しだけね気になったので、もらっていきたいです。ただこの何か告げられているような感じがするので、なんか気づいてねみたいな感じも言ってるんですよね。これは見ていくと、ジャッジメントの逆位置、やっぱりほらお知らせしてくれようとしている人がいるんですよね。このお知らせ受け取ってねとか気づいてねとか、今重要なことをね言おうとしてるから。そして2人がねこうやってラバーズ恋人で2人がこうやって一緒につながっていられるのも何か意味があるとかね、2人に対して言いたい、天の声ですよ、天の声、天の声が伝えたいことがあるっていうね、これね受け取ってねっていうのを言ってるんだけど、受け取れてないんじゃないかなって、天の声的にはこの声届いてないんじゃないかな、一生懸命何度かこういう声を出してるんだけど届いてないような気がするんだよねっていうようなことを言ってる。とても強く警告をしているような感じですね。なんか注意してる、注意勧告っていうか、ここねちょっと気になりますね。でもこれを持っている状態で、なんだろうな、お相手からのメッセージとかももらいながら、それでもどうしてもっていうのが解決しなければ、ここまた深掘りしていきましょう。今はとりあえず何かね2人がときめくような関係ではあるんですが、だけど何かね言いたいよってことがあるってことをまず踏まえた上で、ちょっとここねたくさんカードを展開していくので、一回ちょっとここを整理していきます。ただ、あなた様環境的にははっきりしてるので、何かあってもちゃんと決められるよっていうような状態ではいますね。ではここからもらっていきましょう。まずお相手が過去に抱いたあなた様への思い、現在の思い、そして未来の思い、これももらっていきます。さっきここでワンドの A と逆位置で出てはいるんですが、これも少しね考えながら見ていきます。はい、過
個です。はい、これが今です。はい、これが未来。お、未来カップのナイトの聖地。これ全部聖地できてますね。とっても未来は明るい。今、たとえ何があったとしても、何か警告があったとしても、これはとても未来に向かっての警告であるので、今この警告しっかりと受け止めてやっていくと、未来もっともっと今の現状で見ていっても未来明るいんですよね。すごい。これね、もうお相手があなたに愛を届けに行くカードなので、プロポーズとか告白カードなので、とっても恋愛のカード、ね、ロマンスのカードが出ているので、未来はとても明るいんですよ。ですね、お相手過去、現在、未来。何か過去お相手が決めたりとか、あなたとの約束があったとか、いろいろあったんでしょうね、きっとね。お相手の中で決断したこととか。そして今この状況をできれば手放したくないなっていう気持ちだったりとか、いろんなことあなたに対することで今見ているので、あなたのことを掴み取っておきたいなとか、胸にね抱いておきたいなとか、そういう強い気持ちっていうのが出てきているんですよね。でそこからさらにその先また愛に向かってやっていくとか、真実の愛を見つけたからその先一緒にやっていくんだとか、この思い届けに行くんだってさらに言ってるので、結構ねすごいね、お相手の愛情とかお相手の気持ちっていうのがどんどん高まっていってるんですよね。今あなたのところでラバーズは出ているんですけど、まだお付き合いしていないよっていう方でも2人の調和がうまく取れてきているとか、仲良くやっている。だけどお相手から見たら、お相手はとてもあなたにも変な言い方で言ってしまえば、あなたにもうねこう執着しちゃうぐらいすごくぞっこんしてるっていうか、もうあなたしか見えませんよって、絶対誰にも渡しませんよっていうすごい強いパワーをここで感じるんですよね。それはね、過去にねすごく情熱があって決めたから、もうあなただっていう風に決めたっていうのもあるから、ここもすごく強いんですよね。もうねあなたしか見ていない、もう最初からずっと見ていない、手放す気はないよっていうのもあるんですよね。すごいですね。これ未来もすごくロマンチックなんですが、お相手からのメッセージとしてここにね今からたくさん出していきます。お相手の周りのまず状況とかお仕事とか環境のこととかも見つつ、あなたへのメッセージとかももらっていきます。まずこちらはお相手の今お仕事だったりとか周りの環境に対することで1枚もらっていきます。最終的にお相手の口調でお話ししてメッセージをお伝えできたらなと思います。あとは、気にしていること。ソードのクイーン、ワンドのキング、そしてカップの10。ではメッセージをもらいながら見ていきましょう。仕事ですごくお相手決断を求められていますね。はっきりしてねみたいな感じで、もしくは仕事で今自分が上の立場にいるのであれば、後輩に対して指導をしていく上で注意をしていかなきゃいけない立場にいるとか、少し口酸っぱくならなきゃいけないような仕事だったりとかね、そういうような仕事のことで今自分がねちゃんとしていかなきゃとか、もっとね厳しくやっていかなきゃいけないのかなとか、優しいだけじゃ周りを引っ張っていけないのかなとか、そういう状況でいますね。仕事に対してとか周りの環境ですね。周りの環境、あなたを取り巻く環境のことかもしれないし、自分自身の環境かもしれないんだけど、決めなきゃいけないとかね、自分で決断していかなきゃいけない。でもどこか優しさを忘れちゃいけないんだよなってことを考えてるんだけど、これ度が過ぎたら周りの人すごく傷つけちゃうんじゃないかなとか、周りがついてきてくれなくなるのが怖い、気にしてるとか、もちろんねそのことであなたとうまくいかなくなったりとか、周りから孤立しちゃったりとか、仕事がうまくいかなくなるとか、歯車が噛み合わなくなってくるとか、そういうのを結構心配してるんですよね。自分の発言一つで崩れちゃうんじゃないかなとか、
これは今恋愛だけではなくて、今仕事とか周りの環境のことで見ているので、周りの環境で言うんだったら恋愛も入ってくるから、恋愛も少しは入ってきてるんですけど、ちょっとこれね、今ちょっと落ちたんですけど、ちょっとぐちゃっとなっちゃったので一回しまいますね。仕事や周りの環境に対しては、自分がこうスパッともし言ってしまったら、そのことで誰かを傷つけたりするんじゃないかなとか、言い過ぎちゃったこともあるんじゃないかなとか、注意したら周りがついてこなくなるとか、怖がられるとか、そういうの気にしてますね。やりすぎちゃうんじゃないかなとか、どこまで言っていいかわからないとかね。でそのことによって周り一のチームワークが乱れたりとか、仕事での自分の立場を失ったりとか、あとはあなたとのバランスもうまくいかなくなるんじゃないかなって。だって仕事がうまくいかなかったら落ち込んだりとか、やっぱりメンタル崩したりとか、体調悪くなったりしやすくなりますよね。でお金がなくなっていくとか、なんかね、もういいやと思って仕事辞めちゃったら、仕事ねないとお金がなくなっちゃうから、うまくね生活できないとか、そのことによっていろんなことのバランスが崩れていって、あなたともうまくいかないんじゃないかなとか、そういうの考えたりとかもしている。なんか転職したらどうすればいいかなとか、そういうのも考えたりとか、例えば転職したらそれまでの間何して過ごそうとか、そうやってやってるうちにあなたと仲良くやっていけないんじゃないかなとか、今なんかね仲良くやってるし、どちらかというとお相手があなたを離したくない、掴んでいきたい、抱きしめておきたいっていうのをすごくギュッてしてる状態だから、こうあなたに結構ね、ぞっこんラブっていう感じがするので、このラブな状況が崩れちゃうのもあるし、周りのことに対してね発言してっていう風に求められてるんですよね。結構スパッとしてるお相手なんで、もともとパワーが強いんですよね。自分の意志がしっかりしているから、この意思表示のまま、自分のこの考えのまま、押し通していったらダメになっちゃうんじゃないかなっていうのを考えてるんですよね。仕事ではあまり自分の意見をね言い過ぎないっていうのをね結構気にしながら仕事されていたりとか、周りの人に接していたりとかした部分が今まであったんですよね。結構気を使ってやっていってたんですよ。考えてで自分の発言に影響力があるって分かってるから、それを気にしながらやってきたんだけど、今ここでその答えを求められてる、どう思いますか、決めてくださいって言われているとか、ここに対してなんか答えくださいよっていう風に言われていて、でこの自分の発言一つで大きく変わっちゃうんじゃないかなとか、それでなんか周りからあの人の意見強くないって言われたりとかして、発言一つでガラッて周りが変わったりとか崩れたりとかするのが気になるんだよな、怖いなっていうのは言ってます。そしてそのことによってあなたとの、例えば仕事だけじゃなくてね、周りの環境のことかもしれないし、で環境崩れてしまったらあなたとの仲も崩れるんじゃないかなっていうのも言ってるんですよね。うまく調和取れていかないんじゃないかなって。せっかくあなたと仲良くやってきたのに、その仲良くやっていける環境さえ壊しちゃうんじゃないかなっていうのを恐れてはいます。でメッセージをもらってみていきましょう。ワンドのクイーン逆位置、力の逆位置、そしてワンドの9の逆位置で全部逆で今度は入ってきていますね。お相手からのメッセージ、そしてさらにもらっていきましょう。なんかお相手が暴走する可能性がすごくありますね。なんか誰か止めてくれないとっていう感じがあるんですよね。あな
たへのメッセージをもらっていってるんですね、今ね。でここから先はお相手口調でやっていくんですが、めちゃくちゃあなたのことを好きっていうのは言ってます。これはもう最初の段階で出てますね。ただすごく何かを天の声が言っていて、なんかね、こう見ていくとあまりね、こうお相手の中でかなりこの、あなたのことをギュッとしておきたい気持ちっていうのがもう溢れ返っていきそうな気がする。でそれがこう溢れ返って嬉しいなっていう風にあなたが感じてくれるんだったらうまく収まることなんですが、もしかしたらその溢れすぎた思いっていうのがあなたが受け止めきれない可能性があるんですよね。ちょっと周りが見えなくなってしまうぐらいあなたに固執してしまったりとかで、今気にしていることもなんか現実になってくるんじゃないかっていうお相手の妄想とかもすごくあって、それが本当にね、そういう風に人間って思っちゃうと脳がそういう風に反応しちゃうので、本当にそういう風な行動を起こしたりとか言葉にしちゃったりとかしやすいんですよね。お相手どっちかっていうと言葉にしやすい人なんですよね。自分の気持ちとかを多分ね、頭の回転も良くて賢いから言葉を使うのも上手なんですけど、その分鋭利な言葉も使いやすいんですよね。使いやすいというか、決して悪気があるとかわざとなわけではないんだけど、ついつい言葉にして表すんですよね。それがいい時もあるんですよ。言葉にして分かりやすく伝えてくれたりとか、いい言葉を使ってくれていい言い回しで伝えてくれるからとってもいい風に感じるとか、そういう言葉の使い方もうまいし、もちろん文章にしたりとか LINE とかね、そういうので伝えたりするのもとても得意なんですよ。だけどその反面ちょっと自分がイライラしていたりとか心が乱れている時についねパッて言った一言がすごく鋭利な言葉だったりとかぐさっとくるようなこととかもたまに言っちゃうんですよね。たまにですよ。そしてそれが固執してれば固執してるほどその傾向が結構強い。イラッとしちゃったら言い方柔らかいんだけど結構ひどいこと言ってるなとか、そういう傾向があるのかなっていう風に感じるんですね。ただそれをね、気持ち今変えていきたいっていう感じは見えるんですよね。でもその度にいろんなことをね変えていかなきゃいけない覚悟がお相手にあるのかなっていう感じが入ってきますね。これは後でお相手口調からメッセージとしてね、流れるようにお話ししたいなと思いますが、これはここでも入りますかね。少しねここねカードを足した方がいいと思うんですよね。もうちょっと1枚だけもらっていきたいんですが、ソードのエースね、ここ横で出てきましたね。横でもソードのエースはねあなたのところにも出ているんですよね。これ横じゃなくて制約で分かるように出てきてくれたらすごく分かりやすかったこれも今落ちてきて制約分からなくなっちゃったんで、またねやり直していきましょう。待ってくださいね。
やっぱりワンドのクイーン逆で入ってきますね。あとめくれてないですよね。でソードの A と逆位置と悪魔の逆も入ってきているから、なんかすごく言いたいことがすごくいっぱいあるのかなっていう感じがするし、ワンドのクイーンが結構強く出てきているので、ここねかなり強いこと言ってるかな。あとソードのエースですよね。ソードのエースも2枚出てきてるんですよ。これちょっと横なんでわからないけど、あなたの環境とかあなたのねお仕事環境についてのあなたのやり方とお相手のところがちょっと微妙なところがあるから、これがもしね同じ位置で出てきていたら2人の気持ち一緒とかやり方一緒とかね、こう今周りの環境に対する向き合い方が一緒とかそういうことが言えるんですけど、でもね逆だったら逆で違うよとも言えるし、ちょっと曖昧なんですよね。ここちょっと曖昧かなっていう感じで残しておきたいところではあるということで、分かりやすくかなり今カードをたくさん出してしまったので、ちょっと分かるように少し詰めますね。見えるかな。画面に入らんですよね。よし。このねルノルマン3枚も結構強いこと言ってるんですよね。これはお相手からのメッセージをお伝えするというより、ここはそうですね、どっちがいいかな。でもメッセージをお伝えしようっていう今回のテーマなので、お相手目線からのメッセージをお伝えして、その後に、どういうふうにお受け取りいただくのかっていうのを見ていきましょう。こうやってお相手の言いたいことメッセージを見ていくと、かなりこうお相手の強い性格が出てきますね。でこういうカードの並びを見ていると、かなりあなたに固執していたりとかこだわっていたりっていうのがもともとあったんですけど、もしかしたらあなたが今お相手に対するお気持ちっていうのがちょっとねこう天の声が言ってますよってことを言ってたんですけど、このあなたのお気持ちが今お相手にねとの恋愛を続けていくかいかないかで、もしかしたらあなた自身が揺れているとか、例えばお相手はね過去あなたともう2人の気持ちが釣り合っていたんですよ。とても釣り合っていてバランスよくやっていて、なんかこうはっきりともう付き合うなら付き合おうみたいな感じでちゃんと言われて付き合ったとか、気持ちがちゃんと通じていたとかね、そういうのを感じられていた。だけど最近お相手の愛が強すぎる、なんか見られてる気がするとか、いつどこで何をみたいな感じでいつもなんかね問われてる気がするっていう風にあなたが感じていたのかもしれない。ちょっとねなんかね悩んでいるラバーズなんだけど、かなりこう警告されていて、この警告って何なのかって言ったら、一回手放したらそれ元に戻らなくなるっていう警告かもしれません。これでごめんなさい、はっきり言っちゃってごめんなさいね。もしこれでもしお相手との恋愛を続けるか続けないかとか、諦めるか諦めないかとかで悩んでいる方がもしこれをご覧になっているのであれば、このままお相手のお気持ちっていうリーディングをご覧になってください。ちょっと違うかなって思う方はここ一回、この後かなりねこう濃厚なお話になってくるので、ちょっと違うかなって、ちょっと私の環境とは違うかなっていう方は違う選択肢に行かれた方がいいかもしれません。ちょっとディープな内容になっていくんですが、お相手のメッセージお伝えしていきましょう。お相手のメッセージとしては、お相手のお仕事、そして周りの環境や気にしていることもお伝えしていきました。私はあなた、君に対しての好きっていう度合いが強すぎて、そして君のことをいつも考えてしまって、君のことが頭から離れなくて、君にとても嫉妬してしまう。嫉妬の上に嫉妬が重なって、もういつも嫉妬していてカッカしてるし、イライラしてるし、もういつも尋問するみたいに問い詰めてしまう。もともと
言葉が使うのが得意な私だから、イライラしてる時ってどうしても言葉に出やすくなってしまうんだよね。でもこれは止められない、自分の癖だって分かっているけど止められないんだ。自分で自分自身をコントロールできない。この愛情表現をうまく伝えたいんだけど伝えられない。今はそういう状態にいる。自分の気持ち、こんだけ思ってても気持ちが君に届いていないんじゃないかってすごく不安になる。不安になればなるほど君をどんどん追い詰めていってしまうし、束縛していってしまうんだ。そして嫉妬ばかりがどんどんと積み上がっていって、自分がやってることが時々わけわからなくなってしまうし、何を言ってしまったのかとか、なんてああいうひどいこと言ったんだろうって思う時もある。やればやるほど、思えば思うほどこれは空回りしていく。だけど君のことを手放すのがとっても怖い。不安。君に嫌われるのがすごく不安で、とてもどうしようもない気持ちを抱えながらも、でもその反面嫉妬にも狂っているんだ。今私の中でテーマになっていることっていうのは、この止められない自分の気持ちに対してはっきりと決着をつける。つまり自分のこの性格、悪い性格と言っていいのかどうかわからないし、恋愛癖って言ったらいいのかわからないけど、この嫉妬してしまうところとか執着してしまうところっていう、この少し度が過ぎてしまったところっていう、この自分自身に決着をつけなきゃいけないっていうのを感じているし、君のことをもっと解放してあげなきゃいけない。自分自身がなんでこんなに嫉妬してしまうのかっていうこの気持ちすら解放していかなきゃいけないんだって分かってるんだけど、なかなか手放せない。もしかしたら君に嫌われるかもしれないんだけど、どうしても君にしつこくまとわりついてしまうのが私なんだ。こんな私を君はそれでも好きだって思ってくれる？もしかしてもう愛想つかしてるとかそういうことないかな？私が今はっきりとここで決めなきゃいけない。もしかしたら君との関係にはっきりと決断する時がやってきてるっていう覚悟とか不安とか、そういうの入り混じりながらもそういう予感もしている。もしくは君との関係じゃなくて、自分自身にはっきりと自分のこの性格に決着をつけなきゃいけない。なんで嫉妬するのか、どうすれば嫉妬しなくて済むのかっていう安心する気持ちだったりとか、穏やかな恋愛をできるように自分自身を変えていかなきゃいけない。今ここにちょうど立っているんだ。でもこれはすごく困難なことで、自分自身一人の力では乗り越えられないかもしれない。自分を変えることがなかなかできない。そうしてる間に君にバッサリと切られてしまうんじゃないか、君が遠くに行ってしまうんじゃないかって思うのがすごく辛いんだ。君と僕、もしかして喧嘩とかしたことあるかな？言い合いになったりとかした？どうしてこんな風にリズメにするのとか、言葉で責めるのとか、言葉と言葉のやり取りの間で2人で衝突したりとかしたことあったかな？今でも私はとてもこれが揺れているよ。自分の言葉遣いだったりとか、自分の気持ちを伝えることに対してとても揺れている不安。はっきりと君に伝えられない。でも君ははっきりと決めたいと思ってるんでしょ？はっきりと決めるとき、君は多分きっと私のところから離れていくよね。そんな予感をしているんだ。それでも本当に私についてきてくれると思っている？こんな嫉妬心がいっぱいあって醜い自分のことを好きでいてくれるのかな？とても内心不安に思ってるし、怯えてる。なんだったら怯えてる。でもその反面止められない自分もいる。両方の自分を抱えながら今いるんだよ。君が去っていってしまうかもしれないってことを考えて、でも去らないでっていう気持ちもありながらも、去っていくのはしょうがないことなのかもしれないっていうことを受け入れなきゃいけないような気もする。そういういろんな気持ちがぐるぐる回っていて、君に対する思いがどうしていったらいいかわからないとか、悩みとかそういうのもたくさん出ているんだ。うまくいかない。やりたいと思っていること、本当はどうしていきたいのか、君と純粋な愛を紡いでいきたいと思っているのに、もしかしたらそれはもう遅かったのかなっていうふうに思っている。どんなに魔法があったとしても、この世に
いろんな魔法があって、恋の魔法があったとしても、もしかしたら遅いんじゃないかなっていうふうに思ってるけど、ここで君に決断してほしい。遅いのか遅くないのか、まだ間に合うよって言ってくれるのか、君はどういうふうな決断を出してくれるのか待っている。自分たちが明るい道筋の方へ行くために、君が道を示してくれないと進んでいけないかもしれない。純粋な自分たちがまた前のように、純粋な自分たちの関係に戻っていくためにどうしたらいいのかっていうのを2人で一緒に考えていきたい。本当は毎日楽しく笑い合う、これが本当の望みなんだけどどうしても嫉妬してしまったりとか、自分の醜い欲望感情っていうのが出てきてしまう。楽しい方へ向かうために、それはもしかしたらお別れすることで、君を解放してあげることで、君が自由になって楽しく笑っていてくれるんだったら、それを選ぶかもしれないし、君のことを諦めるかもしれない。だけど君がこの自分を全て受け入れてくれるんだったら、君はこの愛に耐えられるのかどうかっていうのを問いかけたい。本当に身勝手でごめん。不安な思いもありつつ、だけど君にこの愛を受け取ってほしいというふうには思っている。だけどこの愛を受け取るからには耐えるってことが必要になってくるかもしれない。大丈夫？確認してもいい？そして愛を届けに行きたい。自分の癖を直したとしても、直さなかったとしても、この自分の本当の気持ちとか純粋な気持ちを君に届けに行った時、君はどういう風に感じるんだろうか。この先自分を改めて、そしてまっすぐな気持ちで君のところへ向かっていく。これは間違いない。この後の結果っていうのを出していきましょう。今お相手からのメッセージをお伝えしていきました。いろんな絡みつく思いとか嫉妬とか、そういうところから自分自身が解放されたいのか、それともあなたを解放してあげたいのか、どっちの方も強く思っています。両方の色を持っているんですよね。赤紫っていうのは赤と青が混ざった色、つまり赤でもあり青でもある、活発でもあり慎重でもあるんですね。自分自身を変えていくのか、それともお別れをしてあなたを自由というところに解放していくのか、この狭間で今とても揺れているんだと思います。どんな魔法があったとしても叶わないんじゃないかっていう予感もしています。ではあなた様が今このお話を聞いて、このお相手とどうしていきたいのかっていうのをどうしていけばいいのか、どうしていけばいいのかというのか、この関係を続けるなら耐えるってことは必要になってきます。そしてこの先お相手が例えば悔い改めてごめんねって、こういうところ直してやってきたよって言ったとしても、あなたはそれを受け取らないかもしれない。もう遅いよっていうふうに思うかもしれませんね。あなた様はラバーズのところでお相手に対する気持ちがあったんですが、ここ少しやっぱりお相手のことは好きだけどっていう、この天の声がねっていうところがねあったので、あなた様の気持ち、そしてアドバイスももらっていきましょう。少しね。ではこちらのカードからあなた様へのアドバイスもらっていきましょう。このお相手のカップのナイトのさらに先、少し補足でもらっていきましょう。先にお相手の補足からもらっていきましょう。ペンタクルスの10、やっぱりお相手が誠実さを持ってあなたに愛を伝えていったとしても、この後の繁栄っていうのがなかなか難しかったりとか、2人の行く末がやっぱり安定はしないんですよね。どうしても天の声がささやくんですよね。あなたに忠告してくるんですよ。大丈夫って。お相手の愛かなりずっしりと重いです。重いし、あとイラッとした時にバッサリと切られてしまうような時もありますね。そういう言葉がきつい時もあるし、あと両方持ってるんですよね。優しいけど怒ると怖いみたいな感じで、両方の面をお相手が持ってるからあなたも揺れるんですよ。こういう一部分もあるけど、でもこういうところもある、だから好きでいたいとか、そういう風にあなたが揺れる時もある。両方あるんですよね。それをねはっきりしていくのかいかないのか。これ
お相手直せるのっていうところがあると思うんですよね。お相手がこうしっかりと愛を伝えたとしても、やっぱり先がね少し不安ですね。またどうしても固執してしまったりとか、同じような繰り返しをしてしまったりとか、あなたに苦しい思いをさせてしまったりとか、負担になるようなことがあるかもしれませんね。いかに耐えるのかっていうのがテーマになるけど、でもそこまでして本当にお付き合いを続けていくのかとか、この恋を実らせていくような相手なのかどうかっていうのを見ていきましょうね。チャリオットのカードが出ている。あなたがうまくコントロールしていけるなら、お相手をうまくコントロールして進んでいけるんだったら、これは大丈夫でしょう。実っていくでしょう。片思いであれば、お付き合いした後もいろいろお相手からの嫉妬執着とか、いろいろね束縛とかあったとしても、あなたがそこをうまく、言い方悪いですけど、お相手を手なずけていけるのであれば、うまくやっていけるし、その力があなたにはあるんじゃないかっていうのをカード言ってますよね。手なずけるっていうか、手なずけてしまえば、あとは2人でこう自由にまたやっていけるような可能性もあるよってことは言ってます。あなた次第。そしてでもそういう風にやっていける力はあなたは持っている。さあ、あとはどっちを選びますかっていうところに来ていますね。ではね、ちょっとだけここアドバイスをもらいながらやっていきましょう。手汗泣いてますよね。涙ですよね、涙。あなた様は頭の中でたくさんのこと考えていたりとか、自分自身窮屈な思いとかされていませんか？今この恋愛に対してです。でやっぱりどうしてもこの青い顔のことこちら側にもね、また逆さまにするとね、同じ顔が出てくるんですよ。目と鼻と口があって、黄色い顔の子と青い顔の子と2人いるんですよね。黄色い子の口元には覆われているし、青い子の方は涙を流しているし、首までぎゅっと羽に埋められていてっていうような状態があって、とても窮屈な感じを受けるんですよね。どこか我慢していたりとか、やっぱりこう二面性っていうのが出てくるんですよね。赤紫と一緒で2つの顔を持っているから、やっぱり悩んでいる。例えば時にはすごく優しく接してくれる、もう好きだよって囁いてくれたりとか、だけどある日突然ぷっつり連絡取れなくなるとか、そういうのを繰り返すとかで、遊ぶ時はすごく楽しく遊べるんだけど、ちょっとイラッとお相手がしてる時はちょっと冷たくされちゃうんだよなとか、そういう極端なところがお相手にあるのかな。それで結構我慢しているとか、今まで耐えてきたんだよとか、そういうことがあったのかなっていう感じがします。これいかにうまくやっていけるかっていうのがあるのかなっていう感じですね。確かにあなたが主導権を握ってうまく進めていこうと思ったらやっていけるんです。ただもしかしたらその他にこの方だけじゃなくて、あなた様が幸せになるために、もしかしたら他に目を向けた方がいい結末を迎える可能性もありますね。お相手がいかに愛を囁いてくれたとする未来が待っていたとしても、さらにその先の未来ではどうしてもやっぱり崩れていってしまうんですね。そこを持ちこたえていける、持ち上げていける、コントロールできるあなたがいますが、あなたはじゃあどういう恋愛が理想なんですかっていうのを今一度立ち止まって考えて、そして選択していく、決めていくっていうのが必要になってきそうです。このお相手と自分が恋愛を進めていくのかどうか、それとも自分が今自分の環境にきっぱりと自分で決断をして前へ向かっていくのか、どういうふうに決断をして前に進んでいくのかっていうのはあなた様次第というのが入ってきました。こういうふうにたくさんカードを出していって、今ちょっとね見えづらくなってしまったんですが、申し訳ないです。お相手悪気はないんですよね。どうしてもやっぱりこう性格的なところっていうんでしょうか。
あなたに対して純粋な思いを持ってやってくる未来があるんですが、その時にはもしかしたらもう時すでに遅しの状態かもしれませんね。この天使さんっていうのはそれを警告しているのかもしれません。お相手が強い嫉妬心があるっていうこと、束縛心とかね、あなたをずっと見ていたいんだよって気持ちがあること、そしてそれがなかなか自分の力ではコントロールできない感情なんだ。だけど嫌われるのがすごく怖い。そして仕事も追い詰められていて、自分の発言しなきゃいけないような環境、仕事だけじゃなくて環境も言ってるので、こういうような今の自分の置かれてる環境が自分がはっきり決めなきゃいけないとか、決めたことで嫌われるのが怖い。そしてそれ以上にいろんな関係、調和が乱れていくのが怖い。自分の言葉一つでいろんなことが崩れ去っていくのが怖いっていうのを言っていますが、どうしてもでもそれは止められない。絡みついてあなたのことを話したくないって思ってる。自分たちのことだけを考えているんだけど、これはでもいつか終わりが来るんじゃないか。どんな形であれ自分が変わっていって終わりを迎えるのかとか、あなたとお別れするっていう意味でのお別れなのか、まだそこははっきりと、あなたの気持ちを聞いていないし、自分の気持ちも整理はついていないんだけど、何かしらの決着がつくんじゃないかっていうね、そういう気持ちもある。覚悟もしてるけど恐怖でもある。もしあなたがこの恋愛を進めていくんだったら、あなたはそれをうまくやっていく力は持ってるでしょう。ただコントロールするのがかなり難しいし、あなた様自身この人生初めての経験になるようなことをするかもしれません。それぐらいの覚悟を持ってとか意志を持って進んでいくのであれば進めていけるでしょう。ただ様々な困難が待ち受けているし、耐えていく愛っていうのがテーマになっていきそうです。少し辛口な面もありましたが、この先どういうふうに決断していくのかっていうのはあなた様自身だよってことをカードが言っています。より良い選択となっていきますように応援しています。カードたちからも応援のメッセージが入ってきていました。どんな形があなた様にとって幸せなのか、幸福なのか、自分が愛し愛されるっていう関係になれるのか、どんな形が理想なのかっていうのを今一度立ち止まってみて、そして思い出してみてください。以上、こちらが2番をお選びいただいた方のリーディングとなります。はい、このアジサイっていうのは花言葉で耐える愛なんですね。ただお祈りっていうことも入っていますので、あなたがどのように受け取るかっていうのはこれから先あなた様が決めていってみてください。何事もそうなんですけどね、全て自分の人生は自分で決めていくっていうのが皆様それぞれご自身のテーマとしてあるとは思いますが、はい、このような結果から何か一つでも心に残るようなことがありましたらお受け取りください。最後までご覧いただきありがとうございました。あなた様の決断がより良いものとなっていきますように。それではこちら3番。これは花火しそうですね。花火しそうをお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人が今あなたに伝えたいこと、お相手からのメッセージをお届けしていきます。まずあなた様の現在の現状を教えていただきたいです。あなた様がお相手に感じていること、そしてあと周りの環境のこととか気にしていること、あとはお相手から見たあなた様の様子っていうのも1枚もらっていこうと思います。これタロットカードはすべて正逆採用して見ていきます。はい、そして見ていきましょう。まず、お相手へのお気持ち、そして周りの現状、そして、お相手からのあなたへのイメージ、印象とかっていうのを見ていくと、なんかうまくいっていないっていうのが正直な第一声ですね。タイミングが悪かったのか、これはうまくお二人のタイミングが合わなくて起こった出来事なのか、そういう周りの環境っていうのもすごく入ってきます。時とともに流れていくような感情、流れ去っていくような感情もあるし、移り変わっていくような気持ちもあります。いろんな環境、周りの環境もありますよね。
周りの環境が変わっていくことでお互いの気持ちが離れやすくなったりとか、逆に結びつきやすくなったりとかっていうのがあるのかなとは思いますね。ただそんな周りの状況にすごく大きく左右されているようなところもあります。2人のすれ違いとかですね、周りのそうだな、やっぱりこう周りとかなんかこう、そうですね、歯車が合わない、噛み合わないとかすれ違いが起きる、なんかお相手が自分から遠く離れていってしまったように感じるとか、実際連絡うまく前よりね連絡頻度が少なくなったとか、距離を感じるとか、そんな風に考えてしまってすごく焦っているような状況っていうのがすごく入ってきますね。なんとかしたいとか、お相手が離れていかないように自分のところにちゃんとね振り向いてほしいとか、前みたいにもっと仲良くやっていきたいと思ってるのにうまくいかないっていう焦りがすごく出ているような状況かなっていうふうに思います。何か突然の変化があったりとか、なんかアクシデントがあったのかな、なんか突然何かが起きて、それがきっかけでなんかね離れていくような気がしたみたいなね、お相手が自分の近くから離れていってしまったように感じるとか、そういうのをあなた様が今感じている周りの状況とかね、そういうのを見ていきました。ではこれを見た上でお相手からのメッセージをもらっていきましょう。今簡単にあなた様の現状とかを見ていったんですが、詳しくここで見ていきましょう。お相手の過去あなたに対する思い、今現在の思い、そして未来の思いっていうのも出していきます。まずは過去からです。未来ワンドのキング正一ですね。なんか前はちょっと前の過去ですよ。過去は少し優柔不断、これ横で出てきたのでちょっと分かりづらいんですけど、優柔不断っていう感じがお相手の方から伝わってきます。あなたに対してどう接していいか分からないとか、決めきれないとか、そういうようなことが入ってきますね。横になっているのでどう判断していいか分からない、自分自身がブレているっていうのも感じます。本当だったら決められることでも決められなかったこととかもあるのかなとか、逆に焦っていたりとかっていうのもあったかもしれない。ちょっとお相手の中ではまっすぐ立ち上がれないようなお気持ちがあったのかなとか、横島な思いとか、そういうのも少し見えますね。で、今現在お相手かなりショック受けてます。あなたを逆にね、お相手がね、あなたの気持ちが自分から離れていってるんじゃないかなって思ってるんですよね。このあなたの気持ちがもう自分に、あなたがね自分のことを好いてくれていないんじゃないかって思っていて、がっかりしてるのに、もしそれでもね好きだったら嬉しいなっていう淡い期待もあるんですよね。望みが少しありながらも、どうしても気持ちが離れていってしまうんじゃないかって思ってるから、なんかねお互い思ってることがちょっとね噛み合ってないんですよね。あなたはあなたでお相手が離れていったんじゃないかって思ってるのに、お相手も同じようなこと考えてるから、やっぱりどこかでなんかこうアクシデントとかすれ違いとか誤解っていうのがあるのかなって思います。未来のカードはまた後でねお相手からのメッセージと一緒にもらっていきましょう。ではこのように見てきたので、お相手の状況を見ていきましょう。メッセージをもらっていく前に、こちらのタロットカードからお相手のお仕事もしくは周りの環境のことについて聞いていきます。タワー、ペンタクルスの4、逆1、そしてこれはこちらですね、ソードのキング。
今自分の、お仕事もしくは環境としてお受け取りください。環境っていうところで見ると、さっきも言ったこの運命の輪と同じような意味として捉えてください。なんかね、自分の発言したこととか自分が決めたこととかに対してなんかね、すごくね、それが大きな引き金になったんじゃないかっていうのを気にしていますね。自分が発した言葉もしくは決断したことで何か崩れ去ってしまった。それはもしかしたらね、なんかね、タワーと運命の輪なので、多分ね、お仕事っていうよりはあなたとの関係とか、あと環境のこと、これも環境で出してるので、周りのことで多分ね、それが崩れていってしまった。周りの環境がうまくいかなくなってしまった。そしてこれペンタクルスの4。はい、ごめんなさい、ちょっと上に持ち上げちゃいました。で、そして、崩れてしまったのに、それでも自分の中にこだわりがあったりとか、執着する思いがあったりとか、周りの環境が崩れていくことに対して一生懸命守ろうとしたんじゃないかなとか、逆に崩れたことによって自分の、欲が出てきてしまいやすくなったりとか、崩れるなら崩れるでっていう感じもあるんですよね。でもすごくね、この周りの環境が崩れ、自分の発言したこと、決定したこと、決めたこととかですごく周りを傷つけたんじゃないかなとか、周りの関係壊しちゃったんじゃないかなってことも気にしてるし、それは自分が何かにこだわったことで、それが原因だったんじゃないかなってことも気にしています。お相手今そこすごく気にしてますね。すごくショックなことがあった、自分の中にあった、周りの環境でショックなことがあったってことを言ってますね。こういうのを見てきて、で、あとはあなた様に対して今ね、こうね、自分から離れていってるんじゃないかって思ってるってことは、なんか失敗したんじゃないかって、自分のやったことがね、なんか失敗に終わったんじゃないかとか、あなたにうまく届かなかったんじゃないかな、あなたにプレゼントしたかったんだけどとかね、例えばですけど、プレゼントしたかったんだけど、そのために準備していたことが全て台無しになってしまったような気がするとか、そんな感じですね。自分がこだわっていたことに対して取り組んでいったら、それが逆に崩れちゃったとか、そういうことを感じます。では、ここから先にお相手からのメッセージをもらっていきましょう。タワー？ちょっとたくさん飛んできたんですけど、いっぱいあるんで一回しまいますね。いや、これ以上もらわない方がいいかな。違うのからもらっていきましょう。これここに寄せますね。ちょっとメッセージとしてたくさんカード出すので無言で申し訳ないです。集中しちゃった。集中しちゃうとね、無言になっちゃうんですよ。はい。いや、喋ってるから集中しないのかって言ったらそうじゃなくて、逆に喋ってる時も集中力が高まる時もあるんですよね。ごめんなさいね、波が激しくて。キャンドルがつきましたね。ちょっと補充をさせていただきます、後で。
ですね。なんか未来の展開が明るくなっていってますね。お相手が、責任感を感じてることとかはちょっとね1枚もらおうかなと思います。そしてもう1枚補足でもらっていきましょう。ちょっとたくさん出過ぎたので1回しまって、これもねたくさん出てくるんですよね。たくさん出てくるんですよね。ごめんなさい。1枚だけでもらいます。ここまでカードが出揃いましたので、あとはお相手からのメッセージをそのまま言葉としてお伝えしていきます。2人の間で空回りしてしまったことがあったよね。そのことがきっかけでお互いがお互い誤解してしまってすれ違ってしまったことがあったんだ。私の中では君が私の元から去っていってしまうんじゃないかっていう不安がすごくあったんだよ。まさか君も同じようなことを考えてるなんて思わなかったんだ。今とてもしょんぼりしているんだけど、もしこれが運命のいたずらというかタイミングが合わないだけでこういうことになってしまったとしたなら、本当に早くそれを取り戻したい。時間を早く巻き戻して過去の自分たちのように仲が良かった頃のようになりたい。もしくはこれから仲をもっと深めていきたいって思っているんだ。自分が発言したことを決めたことによって何かが崩れ去ってしまったような気がする。周りの環境とか仕事とかいろんなものが崩れていくようなのを感じてしまって、すごく不安に思ってしまった。一つのことに固執しすぎてしまっていたりとか、安定を求めすぎてしまって、それがいけないことだって分かっている。守りたいっていうふうに思っていたんだけど、その守ることに対しての執着とか、守るために取った手段っていうのが周りの環境を崩した要因の一つだっていうのを感じているんだ。後悔はしているんだけど、この先君とうまくやっていきたい。仲良く調和をとってみんなで一緒にやっていきたいっていう気持ちがすごく強くある。自分たちの気持ちがまた一つになって、またこれから時が動き出していくように、心穏やかに、そして晴れやかに君と一緒になっていきたいっていう気持ちがすごく現れている。そのためにどうしたらいいかっていうのはもうすでに自分の中で答えは決まっているんだよ。たとえどんなに苦しいことがあったとしても、今は我慢の時だっていう風に感じている。今なぜこういう風になったのかっていうのを考えているよりは、なんでこういう風に自分たちがすれ違ってしまったのかなっていうのを考えるよりは、今この時をじっと耐える。今こういうことがあったのはこのためだったんだっていう風に思えるように、しっかりと今自分と向き合って、周りと向き合って、崩れてしまったものを一つ一つ立て直すかのように、災害が終わってまた一から建設し直すかのように、今自分たちの周りの環境を一つ一つ積み上げているところだよ。これが今私にとっての我慢、そして試練の時。君の感情が自分の元から去っていってしまったんじゃないかっていうふうに思っているから、君の気持ちを確認したい、取り戻したいっていう気持ちがすごくある。こうやって君からの信頼を取り戻して、また2人でまた一緒に歩んでいきたい。私は君にとても純粋な愛情を注いでいるってことを忘れないでほしい。もし君が何か誤解をしていて、私の気持ちが去っていってしまったんじゃないかって本当に感じているんだったら、それは誤解だってことを言いたいし、誤解を解くために話をしたい。これからまた新しくやり直す、始める、新しい始まりを今自分は考えているから、新しい夜明け、新しい始まりに向かってもうすでに歩み始めているんだよ。これは再生っていうのかな。
自分の中でまた再スタートを切っているんだ。崩れてしまったもの、確かに崩れてしまったものはある。だけどまた作り直すこともできる。そういう風に自分たちってできてるんじゃないかな。自分たちの気持ちがしっかりとそこにあるんだったら、周りの環境っていくらでも変えていけるよね。そして積み上げていくこともできるよね。それを照らす光となる存在は君なんだよ。君が私の心をきれいに浄化してくれるんだ。君っていう存在がいつも責任を負わなきゃいけないとか、責任感を感じやすかったりとか、すごく守らなきゃいけないっていう風に自分を追い込みすぎてしまう私の心をきれいに溶かしてくれるんだ。そして優しさを与えてくれる。そんな存在の君のことをとても大切に思っているから、だからお願いだから誤解を解いて、これから2人でまたやっていこう。過ぎてしまった時間はもう取り戻せないかもしれないけど、その時間ですら自分たちにとっては経験だったんだっていう風に振り返って、後から2人で微笑んでいこうよ。今がとても辛くて大変でしんどくて、そんなことお互い思っているよね。でも大丈夫。未来はとても輝いているってことを君に教えたい。今私はこれから先どうしていくかっていうと、もっとさらなる高みを目指して君と一緒にやっていきたいっていうふうに思っているから、今仮に私ががっかりしていて、君が僕の元から去っていってしまったんじゃないかって今感じてるかもしれないけど、違ったんだって分かったら、そこからすぐに情熱の火が湧き上がってきて、君を迎えに行くから待っていて。そしてその後はもう同じ失敗をしないように、これから自分でもっともっと力強く情熱的に君のことを見ていくからね。周りの環境も悪くならないように守っていくから。だから一生懸命やっていくからついてきてね。これからはね、時間の使い方お互い大切にしていこう。もしかしたら時間のやり取りのことで2人の間にすれ違いが起きたかもしれないね。そういうこともあったかもしれない。もしかしたら私が約束を守らなかったとか、何か時間にルーズだったとか、そういうところがあったかもしれないね。もし当てはまるんだったら謝るよ。本当にごめん。でも誤解だっていうことを知ってもらって、そして仲直りしてやっていこう。仲直り？喧嘩してない？あ、そう、ごめんね。喧嘩していないんだったら、すれ違っていただけなんだっていう風に思って安心してやっていこうね。そしてこれから2人で大きな地図を広げてやっていくんだよ。新しい世界へ向かって2人の世界を地図に描いていこう。夜が明けて虹がかかっていって、雨が上がって晴れやかな空になっていって、君が一つ一つ花を摘み取っていくかのように、私たち2人で一つずつ思い出を積み重ねていって、摘み取っていって、そして一つ一つ道を築いていって、2人で大きな地図を作っていくんだ。これはこの私たち2人にとってこの歩む道は自然なことなんだよ。自然の流れに身を委ねていこう。こういう自然に身を任せるっていうことで、お互いがよりもっと健やかに成長して生きていけるんじゃないかなっていうふうに君とだったら思ってるんだ。君と作り上げるこの新しい地図からもらう、織りなしていくこの地図、ここから私はとっても清らかな心、そして美しい心とか、澄み切った気持ちとか、そんな澄んだ空気のような気持ちを受け取っていくからね。ありがとう。本当にそこにいてくれてありがとう。あとは私の情熱と君のこの澄んだ空気を組み合わせて2人で一緒にやっていこう。何でも作っていけるし、どんな風にでもやっていける。以上、こちらがお相手からのメッセージとなりました。かけがえのない時間をどう過ごしてやっていこうかっていうお相手のお気持ちが伝わってきました。そしてお相手が求めているものは裕福さとか心の豊かさとか、あとは成功することなんですよね。一回失敗してしまって崩れてしまったものがお互い経験しています。だけど今度はそれを崩さないように成功へと導いてくれるお相手の強い力が見えてきました。
以上、こちらが3番をお選びいただいた方のリーディングとなります。何かお二人の中でいざこざがあったりとか、誤解とかすれ違いがあったりとかしたかもしれないんですが、お互いがお互い相手が離れてしまったんじゃないかっていうふうに今思っているような状況でも、これから試練を乗り越えていってお相手が覚悟を決めています。試練を乗り越える時だっていうふうに自分で認識されていて、そして新しい世界を作っていくっていうようなカードが出ていますので、そしてあなた様の魅力ってこともすごく伝えてきてくれています。今後どういう風に歩んでいかれるかっていうのはあなた様次第っていうこともありますが、決めていくのはあなた様次第ってこともあるんですが、ぜひこの中から参考になるようなことがあればお受け取りください。これからもいろんなリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。